ジョージ・オーウェルの1984年は、永続的な戦争の影響を受ける3つの超大国、オセアニア、ユーラシア、イースタシアによって分割支配される世界を舞台にしています。互いに戦争と同盟を繰り返しながら、世界の支配を争っています。主人公のウィンストン・スミスが生きるオセアニアは、厳格な全体主義体制が敷かれています。オセアニア政府は、4つの省庁によって構成されます。心理省は情報と教育を、平和省は戦争を、愛情省は法律と秩序、法府省は経済を担当しています。これらは党のイデオロギーを市民に浸透させ、支配を強化するための重要な役割を果たします。テレスクリーンと呼ばれる双方向テレビジョンは、市民の行動を監視し、政府のプロパガンダを24時間伝え続けるための装置です。プライバシーの侵害と思想の統制がここに象徴されています。戦争は平和、自由は屈辱、無知は力、党はこれらの矛盾するスローガン。それからダブルシンク、いわゆる二重思考一人の人間が矛盾した二つの信念を同時に持ち、同時に受け入れることができるという思考能力の要求を通じて、市民の認識と思考をコントロールします。これにより、矛盾する情報を受け入れさせ、絶対的な忠誠を確保しています。ニュースピーク、いわゆる新語法は、言語を単純化し思考の範囲を制限するためにデザインされた新しい言語です。反逆の概念を消去することで、党への絶対的な忠誠だけが残ります。主人公のウィンストンが党のプロパガンダの真実を探求する旅が始まります。彼の経験は、党の全体主義的な支配が個々人の生活にどれほど深く浸透しているかを示す一例です。物語は、ウィンストン・スミスが住む破れた、埃っぽい建物、ビクトリーマンションズの前から始まります。ウィンストンは、ビッグブラザーの監視下でプライバシーのない生活を送っています。テレスクリーンからは一切逃れられません。ウィンストンは、こうつぶやいた、真実を記録するのは犯罪だろうか。でも、何かが間違っている。何かを変えなければ。外は常に監視される恐怖に満ちています。しかし、ウィンストンは疑問を抱き始めます。真実は何か？自由は存在するのか？政府は絶えず戦争の勝利を報じ、過去の歴史を書き換えます。ウィンストンは、このすべてがいかに虚偽であるかを知っています。ウィンストンがこの抑圧的な世界に疑問を抱き始める。彼の旅はこれからが本当の始まりです。ウィンストンは隣人のパーソンズ家の子供たちがビッグブラザーの戦士ごっこをするのを見ています。この子供たちはすでに党の忠実な信者です。ウィンストンは心の中で思った、この子供たちが将来私を思想警察に告発する日が来るのだろうか。ウィンストンは心理省の職場で過去の記録を書き換える仕事を続けます。真実は消え、歴史は党の都合に合わせて作られます。ウィンストンは、誰も信じられない孤独と、常に監視される恐怖に苛まれます。彼は、自分の考えがいつ思想警察によって罰されるかわからないと感じています。一人で食事をするウィンストン。周りは同じように沈黙を守る人々です。この社会では、人との本当のつながりを見つけることはほとんど不可能です。ウィンストンが自分の周りの世界をより深く理解し、自分自身の場所を見つけようとする旅を続ける。彼の心の中の疑問と恐怖は、彼をどこへ導くのでしょうか。ウィンストンは不安な夢から目覚めます。夢の中で彼は、幼少期の記憶と現在の生活の間の断絶を感じます。ウィンストンは心の中で思った、なぜ、これらの記憶は消えないのか。現実とは何か？毎朝の体操時間に、ウィンストンはテレスクリーンの前で動きます。彼はこの習慣を無意味だと感じつつも、従います。仕事では、ウィンストンは過去の記録を書き換え続けます。真実と虚偽の間で彼の内心は引き裂かれます。
ウィンストンは日記を通じて自分の真実を探求します。しかし、この行為自体が危険であり、彼を思想警察のターゲットにする可能性があります。ウィンストンは、ビッグブラザーと党が提供する真実を疑い始めます。彼は自分の感覚と記憶を信じるべきか、それとも全ては幻想なのかと自問します。ウィンストンが過去と現実の間の矛盾に苦しみながら、ビッグブラザーの絶対的な権力への疑問を深める。彼の探求は、この圧政的な社会における真実とは何か、自由とは何かを見つけることです。ウィンストンは心理省での一日を始めます。彼の仕事は、過去の記録を現在の党の政策に合わせて調整することです。真実は、党が何であるかを定義する。過去は、常に書き換えられる。ウィンストンは、党の命令に従って、不都合な過去の記事を修正します。彼の任務は、党が常に正しかったという印象を与えることです。不都合な記録は焼却炉へ直行する記憶穴に投げ込まれ、永遠に消去されます。過去は消え、党に都合の良い新しい真実が生まれます。この仕事を通じて、ウィンストンは自分が参加しているシステムの本質に疑問を投げかけます。彼は、自分の行動が個人的な道徳や真実とどのように合致するのかを考え始めます。彼の日々の仕事は、ウィンストンにとって党への忠誠と、彼自身の価値観との間の葛藤を深めます。真実は、果たして存在するのでしょうか？ウィンストンが党のプロパガンダメカニズムに深く組み込まれていることを理解し、それに対する彼の内面の葛藤が強まり、真実を追求する彼の旅は、さらに複雑なものになりつつあります。昼食時、ウィンストンは同僚と共に食堂にいます。彼らの会話は、党の政策とイデオロギーに満ちています。ウィンストンはシムと話します。シムはニュースピークに情熱を注いでおり、その言語が思考の範囲をどのように限定するかを熱心に語ります。シムはウィンストンにこう言った、ニュースピークは思考の範囲を狭める。反逆の概念自体が消え去るんだ。食堂でのパリーのスピーチは、党の支配とプロパガンダの力を示します。聴衆は彼の言葉に熱狂的に反応します。ウィンストンはスピーチを聞きながら、内面では党の言説の空虚さを感じています。しかし、彼はその感情を表に出すことはできません。ウィンストンが党の言説の中で真実と個人の自由をその葛藤を通してどのように見出すか。彼の孤独感は、周りが党のイデオロギーに盲目的に従う中で増すばかりです。ウィンストンが党の全体主義的なイデオロギーに対する疑問を深める。彼はこの体制の中で自分の声を見つけることができるのでしょうか？ウィンストンは、過去の結婚と、党が性と愛に対して持つ権力的な見解を反芻します。ウィンストンは思った、愛は党に対する忠誠を弱める。だからこそ、党は私たちの感情を支配しようとする。ウィンストンは、彼の元妻キャサリンとの関係が、党の規範にどれほど深く影響されていたかを思い出します。二人の間の感情は、党によって形作られたものでした。党は性的純潔と結婚の義務を宣伝します。これらは、党に対する絶対的な忠誠を保つための手段です。ウィンストンは、反セックス青年同盟のメンバーを見て、党が若者にどのように性に対する考えを植え付けているかを理解します。ウィンストンは内面の自由とは何か、そして党の支配から逃れることが本当に可能なのかを考えます。愛と性欲が自由の本質的な部分であることを彼は理解しています。ウィンストンが党の個人生活への侵入を深く理解し、彼の心の中に芽生える反抗は、この全体主義的世界における彼の旅の重要な部分となります。ウ
ウィンストンは過去の記録を調べ、党が提供する歴史の事実と自分の記憶が矛盾することに苦悩します。彼は真実がどこにあるのかを知りたいという強い欲求を感じています。党のプロパガンダはすべてに浸透しています。ウィンストンは、党がどのようにして戦争は平和、自由は屈辱、無知は力などといったスローガンを通じて人々の思考を支配しているかを見ています。ウィンストンは、党が常に戦争をしている敵国についての情報を変えることによって、過去を絶えず書き換えていることに気づきます。ウィンストンはこう気づいた、過去がなければ、党は不変のものとなる。記憶は犯罪だ。ウィンストンが党による真実の歪曲に抗し、自分自身で真実を見つけ出すための探求を続ける決意を固める。ウィンストンは、党の抑圧的な影響から比較的自由な、党に関わりを持たないプロルノ地区を散策します。彼はここで見る生活の単純さと真実に心を動かされます。市場での賑わい、子供たちの笑い声、そして人々の日常生活の断片が、ウィンストンには新鮮で生命力に満ちて映ります。ウィンストンは古い雑貨店を訪れ、この店とその物々は彼に、失われた過去への憧れを強く感じさせます。ウィンストンがプロルの地区から戻り、彼は、そこで感じた生命力と自由への憧れを胸に、党に対する自身の理解を深めていきます。ウィンストン・スミスが、疲れた表情で真理省の廊下を歩いていて、彼の目は地面に落ちている紙片にとどまる。それはジュリアからのメモだ。ウィンストンは、彼がずっと避けていた女性、ジュリアからの予期せぬメッセージを受け取ります。この瞬間、彼の世界は変わり始めます。ウィンストンが紙片を拾う。彼は周囲を警戒しながら、メモを開く。メモには、私はあなたを愛しています、と書かれている。この単純な言葉が、ウィンストンの心に革命を起こします。ウィンストンとジュリアが、人目を避けるために廃墟となった建物の陰で密かに会う。二人の間には緊張が流れるが、同時に互いへの強い引きつけ合いもある。ジュリアはこう言った、あなたの顔を見るたびに、あなたも何かに対して反抗していることが分かったわ。私たちは同じなの。ジュリアの勇気ある行動と言葉が、ウィンストンの内に秘められた反抗心を引き出します。ウィンストンとジュリアが手を取り合い、この出会いが、ウィンストンの運命を大きく変える第一歩となります。彼はもはや一人ではありません。秘密裏に、ウィンストンは禁書とされるエマニュエル・ゴールドスタインの著作を手に入れ、読み始めます。この本は、党の制度とその支配の機構について解説しています。ウィンストンは、本を通じて、党がいかにして権力を維持し、人々を支配下に置き続けているかについて学びます。特に、戦争の真実と経済の操り方が明かされます。本から得た知識はウィンストンに衝撃を与えます。彼は自分が生きる世界の理解を根元から覆されるのを感じます。ウィンストンは、ジュリアとこの新たな発見を共有します。二人は党の支配に対する理解を深め、反抗の決意を新たにします。禁書を読んだ後、ウィンストンは自分の存在と党に対する抵抗の意味を深く内省します。彼は、党に真実を奪われた世界で、真実を見つけ出すための戦いを続けることを誓います。ウィンストンとジュリアは、一瞬の平和と幸福を彼らの秘密の隠れ家で享受しています。しかし、その安息は長くは続きません。思想警察が突然、隠れ家に踏み込みます。二人の世界は瞬く間に崩壊し、党の恐ろしい現実が再び彼らを捉えます。ウィンストンとジュリアは力ずくで引き離され、連行されます。彼らの秘密の関係と反乱の試みは、終わりを迎えます。捕らえられたウィンストンは、彼とジュリアがどうなるのか、そして党に抗った結果が何を意味するのかを恐れます。
隠れ家の部屋の扉が閉じられるとき、ウィンストンとジュリアの短い自由の時間は終わり、党の絶対的な支配が再確認されます。ウィンストンとジュリアの運命が党によって再び書き換えられ、彼らの抵抗の瞬間がいかがに脆いものであったか、そして党の力がいかに絶対的であるかを浮き彫りにします。ウィンストンは愛情省に連れて行かれ、ここで彼の信念と精神は徹底的な試練にさらされます。党の手法は残忍であり、ウィンストンは肉体的、心理的な拷問を受け、彼の信念と記憶が党によって書き換えられようとします。オブライエンはウィンストンの再教育を担当し、彼に党の絶対的な権力と個人の抵抗の無意味さを説きます。ウィンストンは自身の内面で党への信念と個人としての抵抗の間で苦悩し、やがては折れていきます。ウィンストンの心は次第に破壊され、彼はビッグブラザーへの愛と党の教義への信仰を受け入れるようになります。ウィンストンが党の意志に完全に屈服し、ビッグブラザーへの愛を受け入れる。彼の精神の旅は、党の圧倒的な権力と個人の意志の破壊の物語です。自由と人間性の価値についての重要な問いを私たちに投げかけます。